皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。皆さんは、暑さ寒さも彼岸までという言葉を聞いたことがありますか？これは、暑さは秋分の日、寒さは春分の日を過ぎると和らいでくるという意味の言葉です。9月23日は秋分の日で祝日だったんですけど、本当にこの日から涼しくなってきています。最近秋が短くなってるって残念に思ってたんですけど、暑さ寒さも彼岸までという言葉通り、しっかり涼しくなってきていて嬉しい気持ちでいっぱいです。私は寒がりで寒さより暑さの方がいいので、夏が終わって寂しい気持ちもありますが、秋を思いっきり楽しんでいきたいですね。さて、今回のチョコジャパは、先月から募集していたお手紙をご紹介するスペシャル回です。お手紙たくさんいただいているので、早速ご紹介していきますね。今回のお手紙のテーマは、最近食べて美味しかったお菓子についてです。皆さんどんなお菓子を楽しんでいたのか見ていきましょう。まず、インスタグラムのフォロワーさんからいただいたお手紙です。最近食べて美味しかったお菓子は、ティラミス。ティラミスいいですね。イタリア発祥のスイーツですよね。ティラミスと聞くと、大人なデザートという印象があるんですが、皆さんはどうですか？ティラミスって甘みもあるけど、コーヒーが使われているから少し苦味があるじゃないですか。そこが他のケーキとは違う大人な味って感じだし、見た目もシンプルだけどすごくおしゃれだと思います。最近知ったんですけど、ティラミスっていうイタリア語を日本語にすると、私を元気づけてという意味になるそうです。これまたおしゃれですね。日本のデザートで名前にこういうメッセージを込めたものってなかなかないと思うから新鮮ですね。お手紙ありがとうございます。続いて、ペンネームリリさんからいただきました。最近食べて美味しかったお菓子は、シュガーバターサンドの木。サクサクしていて甘いクッキーです。はい、来ました。これ、皆さん聞いたことがありますか？めちゃくちゃ美味しいんですよ、このお菓子。なんかね、なんて言うんだろう。パイじゃないんだけど、パイみたいなクッキーが上と下に2枚あって、真ん中にホワイトショコラが入ってるんです。めっちゃ美味しいです。これすごく人気で、味もたくさんあります。最近はコンビニとかでも売ってるくらい、いろんな場所で買えるんですけど、季節限定とか地域限定の味もあって、今じゃないと食べられないとか、ここじゃないと食べられないっていうのもあります。ちょっとね、気軽にたくさん買えるお値段ではないので、特別な時とかお土産で買ったりするお菓子ですね。羽田空港限定の味もあるみたいなので、行く機会があればぜひ食べてみてください。どうしよう、この調子で行くとラジオがすごく長くなっちゃいそうだ。どんどん行きます。続いて、ペンネーム、フィリップさんからいただきました。最近食べて美味しかったお菓子は、Worm Snickerdoodle Cookies。スニックルドゥードルって茶色のクッキー。とても美味しいです。多分ドイツから来ました。シナモンの味がする。少し甘いし、クリスマスの時スニックルドゥードルとても人気です。クッキーの中では柔らかくて、外がコリコってで面白いです。カリカリかな。冬の時、
私はいつもコーヒーか牛乳と一緒に食べます。シナモンが好きな人食べてみてください。めちゃ美味しいですよ。皆さんスニッカードゥードル食べたことありますか？いつもチョコジャパのラジオを聞いています。本当にありがとうございます。たくさん書いてくださってありがとうございます。スニッカードゥードルクッキーズ知らなかったんですけど、フィリップさんの文を読んで、すごく美味しそうなイメージを持ちました。シナモンの味がして、クッキーの中は柔らかくて、外がカリカリしてて、コーヒーや牛乳に合うお菓子。美味しそうですね。シナモン好きだから食べてみたいです。スニッカードゥードルと似てる日本のクッキーといえば、カントリーマームっていうお菓子かなと思います。ちょっと柔らかくて、中にチョコが入ってます。家にストックしておくくらい大好きなお菓子です。でもシナモンの味はしないので、今回ご紹介していただいたクッキーちょっと探してみます。続いて、ペンネームアンさんからいただきました。最近食べて美味しかったお菓子は、ヨックモックの抹茶ビスキュイです。いとこが日本から持ってきてくれたお菓子です。食べてみたらびっくりしたんです。ビスキュイが軽くて抹茶の味がちょうど良かったです。ポッドキャストを作ってくださってありがとうございます。聞こえるたびにすごく嬉しくなります。こちらこそいつも聞いてくださりありがとうございます。ということで、ヨックモックのお菓子ですね。ヨックモックって皆さん知ってますか？薄いクッキー生地をくるくる巻いたお菓子がとても有名な会社です。アンさんのお手紙にもある通り、クッキーはサクッとしたすごく軽い食感で、ほんのりと甘さが感じられて、一つ食べたらもう一つ食べたくなるようなお菓子が多いです。抹茶味があったなんて知らなかった。限定の味かもしれないですね。クッキー以外にもロールケーキとかフィナンシェとかも売ってる会社なので、日本に来た時はお土産にぜひ買ってみてください。続いて、ペンネームクラフータさんからいただきました。最近食べて美味しかったお菓子はあんみつ。いろんな食材を使ったお菓子です。一つの材料は寒天です。食べる前寒天を知らなかった。正直あまり好きじゃないけど、それより美味しかったです。動画を作ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。あんみつですね。ザ・日本のデザートが来ましたね。クラフータさんのお手紙の通り、あんみつはいろんな食材が入ってます。皆さんはあんみつ食べたことがありますか？結構お店によって使われてる食材が違ったりするんですけど、だいたい寒天とあんこは入ってて、黒蜜をかけて食べます。あんみつは昔からあるイメージだったので、調べてみたら、1930年にできたデザートだそうです。100年くらい前から食べられてるんですね。でも、もともとはもっと前、江戸時代にみつ豆っていうデザートがありました。寒天、豆、フルーツなどに蜜をかけて食べるデザートです。そこにあんこをトッピングしたのがあんみつだそうです。本当に昔から日本人に愛されてきたデザートということですね。クラフータさんはあんみつ日本で食べたんですかね？美味しかったとのことでよかったです。続いて、ペンネームジョーイさんからいただきました。最近食べて美味しかったお菓子は、マックで販売中の宇治抹茶のアイスクリームです。このチャンネルをずっと注目させていただいており、チャンネルの一歩一歩の進歩も目撃させていただいています。
今後もどうか頑張ってください。永遠に応援させていただきます。わあ、ありがとうございます。本当に一歩一歩ゆっくりですが、皆さんのおかげで楽しくラジオを作ることができています。ありがとうございます。これからも頑張ります。ということで、宇治抹茶のアイス。いいですね。私本当に抹茶大好きなので、抹茶という文字を見ただけで食べたくなります。もう病気ですね。マックはマクドナルドです。マクドナルドは短くしてマックと言います。これ地域によって呼び方が違っていて、関西の方はマクドって言いますね。宇治抹茶のアイスは期間限定ですか？日本のマックでは今売ってないみたいです。日本のマックは今、月見シリーズが販売中ですね。毎年この時期になると、月見バーガーとか、月見シェイクとか、そういうのが出てきます。月見バーガーすごく人気なので、毎年楽しみにしている人が多いですね。では最後のお手紙です。ペンネームアンさんからいただきました。2通目ですね。ありがとうございます。この手紙は2通目になりますが、本当にお話ししたいお菓子があります。韓国のお店に行った時、パンブジャン salted bread というお菓子を見かけました。塩パンのような味で、塩パンが大好きだから買ったんです。食べてみたらびっくりしました。サクサクしてるし、味がすごく美味しいです。思わず3袋を買ってしまいました。おお、毎日食べちゃったんです。3袋をたくさん買いましたね。パンブジャンは韓国語ですね。多分ブランドの名前ですよね。日本語にするとパン部長かな？アンさんが紹介してくれた塩パンのお菓子調べてみたんですけど、小さいクロワッサンの形をしていて、パッケージもすごく可愛かったです。韓国の公式サイトには、老若男女が好きな柔らかくてサクサクした食感って書いてありました。老若男女、言いにくいんですけど、これは漢字の通り、老がお年寄り、若が若い人、男が男の人、女が女の人で、すべての人ということです。なので、この塩パンのお菓子は、お年寄りも若い人も男の人も女の人もみんなが好きな食感ですよっていうことですね。韓国では有名なのかな？ぜひ食べてみたいですね。ということで、お手紙は以上です。今回もたくさん送ってくださり本当にありがとうございました。今日はスペシャルバージョンで少し長いラジオになりましたが、ここまで聞いてくださってありがとうございます。今回出てきたお菓子、お店で見つけたらぜひこのチョコジャパを思い出して食べてみてくださいね。それではまた次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。